国際交流員ワクワク動画。国際交流員ワクワク動画始まりました。今回は4番目の動画で、なんとうちの仲間1人が初登場します。RD さん、自己紹介をお願いします。はじめまして、皆さん。今回初参加とさせていただきますインド出身の国際交流員 RD ダスと申します。ニックネームはソラです。よろしくお願いします。今回の動画は聞いてみたシリーズの中で日本と海外の小学校について話したいと思います。私たちはよく小学校訪問をする機会がありますので、毎回行くとびっくりすることがあります。それで5人が話し合いをしてびっくりしたことについて話したいと思います。皆さんもびっくりすることたくさんあると思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんは講座で小学校の方に訪問されることがあると思うんですけど、その時に一番びっくりしたことは何かありますか？日本の小学校では、給食当番っていうものがあるんじゃないですか。それで一番びっくりしたんですよ。なぜかっていうと、まだあんなに小さい子供なのにいろいろ準備して、偉いなと思いました。あとすごく面白いと思うのは、こんなに小さい時から自分の力で何かを達成できる喜びがあるので、とってもいい教育だなと思います。私はちょっとびっくりしたことは、組がそれぞれの教室で食べるんですね。私の小学校で1年生から3年生全員が食堂で集まって、他の組からの生徒と仲良くする機会でもあると思います。それが終わったら運動場に出て、4年生と5年生と交代して5年生が食堂で食べている。あと小学も朝ごはんを提供しています。それもちょっと違うかもしれないです。給食の時ラジオが流れてるんじゃないですか。それはすごくびっくりしました。で、そのラジオが流れてる時に一人も話してないんですよ。ラジオ番組が終わってから、みんな普通に話してるんですけど、フランスだと絶対ないと思います。ラジオ番組であっても聞かずに話を続くと思います。私たちがいるから緊張して何も喋ってないなと思ったら、ラジオが終わって急にみんな騒いであ、もう聞いてたんですねって分かりました。あれびっくりしましたね。私は給食と似てますね。掃除当番です。アイルランド掃除っていうものは全くしないですね。自分のデスク机さえ拭かないんですね。やってる人がいます。でも本当にいい教育だなといつも思ってます。綺麗なことをちゃんと大事にするようになると思います。本当にアイルランドでもやってほしいなといつも思ってます。多分この国の中で掃除をする国が、あります。私が一番びっくりしたことっていうのは、学校が始まる時間自体が遅いんですよね。私が子供の頃、小学生だった頃はもう6時半に家出てましたから、もう7時半に朝礼の時間になりますから、もう7時過ぎぐらいにもう学校に着いてるんですよ。遅いなと思いつつ、インドが早いですね。私はなんでそんなに子供の頃頑張ってたのかなって思いながら6時半でしたね。そうですね。お母さんはちょっとすごい早く。そうですね。お母さんは4時半とか5時に起きて。それぞれの国によって小学校の特徴とか全然違いますね。自分も改めて気づかされたことがあったので、とても勉強になりました。今まで自分の小学校にはあったけど、日本の小学校にはないことがあったら何か教えてください。アイルランドではほとんどの学校はカトリック教会が運営してるから、お祈りの時間があります。お祈りします。キリスト教のお祈りを、朝、食事の前、食事の後、帰る前、毎日してました。すごいのが意外。今はもうやってないかもしれないんですけど、っていうかやってないと思います。小学校に入ってて20年ぐらい前までは確かにやってました。他の国ないですか？インドも朝礼の時お祈りの歌を必ず歌います。で、朝礼自体が結構長くて、スタートがお祈りの歌。でもインドは多宗教の国なので、知識の女神様に歌を歌ってました。頻繁にやるのではなく、日に1回朝礼のスタートで。曲は学校によって変わります。
学校によって変わるんですけれども、私の学校は全国にいろんなところにあったので、全員学校とは言わないけど遅すぎみたいなので、同じ曲を、全国で。私はなくてびっくりしたことは、休憩の時10時とか12時だと、フランス人はみんな外に行かないといけないです。遊び場は外なので教室の中にいるのは禁止です。禁止されてる。でも日本人はみんな教室にいて、ゲームとかしてて、最近は、ピアノも練習してたんですよ。すごいいいなって思ったんですけど、私たちは遊び場にいてピアノできないんだよなって思いました。外で寒くても雨でも雪でも絶対外に行かないといけないです。雨でも雪でも。そう屋上があるところにみんな移動する。あれだと雨だったら中に行っても大丈夫です。まだ優しい。雨以外でもだったら教室にいないといけないんですね。日本の小学生って結構自由です。入ったり出たり廊下にいても大丈夫みたいな、他の教室にいても大丈夫なところはすごく自由でいいなと思いました。インドも必ず外に出なきゃいけなくて、学校の生徒会がだいたい当番していて、クラスに残ってたら生徒会の人が来て出なさいアメリカも大体そうだと思います。外に出なくてもダメだと思いますけど、小学の時に読書が大好きで、特別な教科をもらいました。教室に残って読書してもいいって。インドの場合は朝礼の時ヨガと体操両方やります。一つの学校は1000人いたら1000人全員でやるっていう。体操とヨガの授業も違います。授業でヨガするんですか？そうですね。普段体操の時間があるんですけれども、ヨガもあります。別で、先生が別です。私の小学校の時も似たようなラジオ体操があったんですね。毎日午前中の一番長い休憩、だいたい30分ぐらいの休憩で、その時間にみんな運動場に出て体操をします。しかも6つの学年は一気に運動場に出るので、すごく勢いがすごいです。目のマッサージ時間っていうのもあります。で、こうやったりして目をリラックスさせると、こうしてそうですね、1体勢とかここを押したり、そうですね。いろんなツボを押すんですね。そうですね。逆に初めて聞いて、私こういう動画を見たいなって思います。みんなで6つの学年が同時にやるって言ってたんですけど、何人ぐらいですか？私の小学校はそんなに人数は多くはなかったので、200人は1学年多い一学年が200人そうですね。ですよね。かける6。アメリカの夏休みが特に長いと思います。11、12週間くらいで、宿題もないです。一緒です。そうです。一緒です。一緒です。長い。宿題はあります。長いからこそ宿題があげる。そうですね。復習と予習を重ねて、この休みを利用してくださいっていう感じです。そうです。だから家族とかで旅行しても本は持っていきます。アイルランドの小学生は週末さえもないです、宿題。ありましたね。2人は週末に宿題ありました？私一応ありましたが、今法律的には変わったので、小学生はもう宿題がないです。週末の時は。正しいですね。それでは最後にイエス・ノークイズにコーナーに行きたいと思います。何個か質問しますので、皆さんはイエスかノーか答えてください。Yes。Oui。他。は。是。No。No。Nil。Nahi。否。一つ目の質問からいきます。小学校に部活はありましたか？ありましたけど、ちょっとやり方は違ってましたね。放課後でやるよりは学校の授業時間とか以内にランチタイムとかでやったりとか、決まってみんなが入らなければならないとかはないんですけど、先生が当てて、あなた才能ありますからやりなさいっていう形が多いと思います。
一応ありましたけど、日本とは若干違うやり方だったんですね。例えば放課後に全員が一緒に参加しようっていうんではなくて、月に2回ぐらいの頻度で普通の授業の時間を部活の時間に当てたりするっていうやり方でやってました。ちなみに2人はどんなことをやりましたか？歌やってました。私は料理の方で餃子の作り方とかそあの時練習してました。あ、さすが。最近食べてましたね。小学校に制服はありましたか？今回はいや、ありました。ハリー・ポッターのイメージで、マントはもちろんないんですけど、セーターに青いシャツで、ネクタイはあるんですけど、半分つけてないですね、半分の生徒が。私の場合は、制服はありました。しかも普通の日本のような制服とかハリー・ポッターの制服のようなものではなくて、スポーツウェアに見えるんですよ。しかも学校の名前も書いてて、見たら私と同じ学校ですねっていうのが分かります。ちょっと女の子だったらシャツとスカートで、あとネクタイ、あと男の子は短パンにシャツと、あと必ずベルトも学校を表すもの2つ、ネクタイとベルトしてないと生徒会に捕まえられます。朝礼の時にベルトしてないんでしょ、出なさいって言われます。全然厳しくなくて、私服で出ても誰も怒らないです。必要ないじゃん。まあそうですね。アメリカのほとんどの学校ではないと思うんですけど、なんか私立のカトリック教の学校とかではあります。偉い人が行く小学校であれば、まあ一応制服があるんですけれども、私は見たことないですよね。自分の国では科目ごとに担当の先生がおられましたか？例えば算数なら算数の先生。お、また分かりましたね。分かりましたね。まあ1年目から4年目、まあ小学校は5年ぐらいなので、1年目から4年目は算数、英語、ヒンディー語、あと環境科学、これ4つと、5年目から社会科学も入ります。それとは別に、まあ、運動、まあ、体育とか、あと音楽の先生もいますので、5人から8人ですね。小学校3年生までは主に算数と国語だったので、同じ先生が担当していました。でも4年生になったらやはり科目も増えるので、英語とか、社会科学とか、というような科目も増えるので、もし音楽や体育を入れたら大体7人ぐらいですね。あれなのは担任の先生、基本は担任の先生しかいなくて、でこの組はこの先生、何年何組とかもなくて、何年の何々先生の組。クラス替え替えはないです、全く。特別に音楽の先生とか月に1回だけ、まあ、多いとか週に1回はなんか学校回って全校回って音楽を教えたりしてます。フランスはですね、英語の先生だけが違いました。それはどうしてかというと、多分ですね、フランス人はあまり英語で話したくないっていうイメージがあって、実際にそうだと思うので、その理由で多分すごい英語だと自信がある先生にしたと思います。ってことネイティブですか？ネイティブじゃなくても、なんかいや、私の学校はネイティブじゃなかったんですよ。AH さんみたいな先生がないので、一応フランス人だったんですけれども、多分イギリスとかに住んだことがある先生だったです。ってことは、まあ、なんか ALT みたいな存在ですけど、フランス人。そうです。あまりわかんないんですけど、まあそういうこと。小学校の時の入学の試験はありましたか？いつも乗ってたんで、おやめてください。やりましょう。きっちり分かれますね。小学校に入るための簡単なテストはありました。ありましたね。入る小学校ですよ。ですね。インドの場合は大体まあ競争が激しい国ですから。中国も一緒ですけど、人口1位、人口2番目の多い国なので。最後の質問です。中学校にこの入学する時の試験はありますか？
わかんないどうして小学生が受けるさっき小中高学校同じビルに入っていて、同じ学校になるので一回入ったらもう期末試験次第でもう進学することが多いです。なので今回は裏切ってしまいましたけど私の学校ではありました。競争が激しいところでは大体試験があるので、多分今はもっと激しくなってきたんじゃないかなと思います。今日はいろいろ話ができてとても楽しかったです。私自身もいろいろ勉強になりました。特になんとアイルランドの小学校では掃除の当番がないことにびっくりしました。皆さんの学校ではどんな感じ？一番びっくりしたのは何かな？コメントで書いて教えてくださいね。ではまたお会いしましょう。バイバイ。